皆さん、ハロー、マサトです。すみこです。今回もカナダの世界遺産カナディアンロッキーからお届けしてまいります。私たちが今いるのはバンフの住宅街なんですけど、街を歩いていると後ろに見えるようにストリートパーキング、路上駐車をしている車を見かけることがあると思います。私たちもカナダで運転をするので自家用車持ってるんですが、よく日本で車の維持費高いって聞きませんかね。もしくは海外の車の自動車の維持費ってめちゃくちゃ安いよっていう話を聞くと思います。今日はちょうど自家用車の登録の更新があるので、その様子とか、あとはカナダで車を維持するのにどれぐらいお金がかかるかとか、日本だとどれぐらいかかっている、そういう比較なんかを、紹介していこうと思います。それではLet's go。さあ、では今バンフの住宅街を歩いて行っていますが、冒頭でも紹介したようにこういう感じでね、カナダだとなんだっけ、路駐？そうそう、路駐が一般的です。車が好きな人なんかは面白いんですけど、日本車結構止まってます。ただ日本で売ってないモデルなんかも多いよね。この辺全部日本車じゃん、周り。日産、トヨタ、マツダ、スバル、マツダみたいな感じで、日本車はカナダでも人気よね。ホンダとかも多いよね。ホンダも多いね。ただ圧倒的に多いのはやっぱ SUV っていうタイプ、ちょっと車高が高いやつが人気よね。で、今私たちが向かっているのはレジストリーっていう州の出先機関みたいなところに向かってるんですが、私たちが住んでるバンフという町、アルバータ州というところにありますが、1年に1回車の登録を更新しなきゃいけないんですよ。なので、私たちは11月が切れる期限なので、毎年11月に更新をしています。で、この更新の時期って面白くて、登録した月から1ヶ月じゃなくて、その持ち主のアルファベットによってその更新する月が分かれています。面白いよね。面白い。だから人によっては得する期間があったり、人によってはなんかちょっと短くないみたいな時があったり、そういうのは面白いね。そうね。せっかくなんで、街歩きながら周りの風景も紹介していこうと思いますが、奥に見えるのは小学校、小中学校、これがバンフの小学校かな、中学校もあるのかな、分からん。エレメンタリースクールっていうやつです。バンフの子供たちはこの学校に通うことになります。めちゃくちゃ景色いいよね。めっちゃ綺麗やしね。で、11月に入ってだいぶ雪が降るようになりました。奥に見えるのはカスケードマウンテン。もうだいぶ雪をかぶってきました。ただ単に今この辺は本当にバンフの住民が住んでいる住宅街ですけど、観光する人が歩く道から一本外れるだけで、こういう風にちょっと雰囲気が変わるよね。でも雪の山は天気がいいっていいじゃん。今私たちはベアストリートというところを歩いていますけども、バンフには1個だけその州の出先、なんていうとこ、レジストリー、って呼ばれる、州の出先のオフィスがあります。で、運転免許とかナンバープレートは州が、管轄しているということで、日本と同じようにカナダには国と州と、タウンとシティがありますけど、国の場合はサービスカナダで、州の場合はレジストリーで、タウンとかの場合はバンフだったら、タウンオブバンフ、町役場っていうふうに日本と同じように役割が分かれています。では、レジストリーというところに到着しました。こういう雰囲気のところに、どこにある？これ。そう、こういう感じでポツンとあるのが、これがレジストリー州の出先です。ではこれから運転免許じゃない、なんだっけ、車の登録更新していこうと思います。レッツゴー。さあ、ではこっちレジストレーションが、車の登録終わりましたけど、登録が終わると、どこまで見せていいかな、こんな感じ、こういう感じの
ピンクのカードをもらいます。でかかった費用が90何ドル、100ドルぐらいでした。ちょっとこれ持っていって。で、じゃあここから先、比較していこうと思うんですけど、ちょっと調べたんですね。私たちが今乗っているのはフォードのフォーカスっていう車です。排気量が 2000cc で2013年に作られた車。私たちバンクーバーで買ったんですけど、当時6000ドルぐらいっていう異常に安い値段で買った車を参考に日本とカナダ比較していこうと思います。じゃあまずカナダ、日本からでしょうか。日本の場合、まず自動車税が36,000円。大体ですよ。で、自動車重量税っていうのが毎年12,000円。で、車の保険が年間で、7万円ぐらい。で、車検が2年に1回ありますけど、10万はかかるよね。10万円ぐらいっていうことで、車検が2年なんで半分に割ったとしてだいたい1年間に17万円かかります。じゃあ一方カナダの場合どれぐらいかかるかっていうと、さっきの1年に1回ある車のナンバーの更新に1万円ぐらい100ドルぐらいかかって、あと日本と同じように車の保険があります。これが700ドル7万円ぐらいなので合計で8万円ぐらいということで、カナダの方が車の維持費日本の半分ということになります。めちゃくちゃ安いですね。そうね。でただこの保険料は私たちもカナダで車初めて持った時に1年目は12万円ぐらいかかってます。今は7万円ぐらいなのが12万円ぐらい、外国人になるのでどうしても1年目は、高くなっちゃいますが、それでも日本よりは格段に安い費用で車を持つことができます。でこれなんでかっていうとカナダ車検がないんですね。そうね。だから旅行中車見るとボロボロの車走ってます。さすがにブレーキランプがつかないとか、いうのはダメだとは思うんですけど、車検がないっていうのもあって、低く、車の維持費が低く抑えられるというような感じです。普通に安くて済むし、でもその代わり車検とかがないけ、なんかこう車に頓着のない人は結構危ない、うっかりしてこれが故障してどうしようみたいなこともあり得ると思う。よくあるのはハイウェイ沿いでオーバーヒートして車が止まる、オイルがなくなったとか、なのでそういう習慣がない人は確かに向いてないかもしれませんが、でもオイル交換ぐらいですね。そうね。であとはガソリン代っていうのもそんなに日本と変わらないと思います。1リットルあたりこのアルバータ州だと150円ぐらいかな。でもこれも州の中で全然10円から20円ぐらい変わってくるので、参考程度に、日本とガソリン代もそんな変わらないですし、オイル交換も1万円ぐらいでできる、日本よりちょっと高いけどね、できるけど、総合的に考えて車は圧倒的に安く維持ができます。はい、というわけで今回は、カナダで車を持つなら日本と比べてどんぐらい費用が違うのかということを紹介してきました。どうでしょうか。あんまり観光とは関係ないんですけど、カナダに住んでいる人のプチ豆知識、そうだね、プチ情報として、参考になれば嬉しいと思います。大きな車の費用は変わらないんですけど、その手続きは州ごとでちょっと若干違いがあるので、自分が住む場所、車を買おうかなと思っている場所でちゃんとチェックするようにしてください。でこのチャンネルではカナダの世界遺産カナディアンロッキーから、ためになる情報とか楽しい情報をお届けしています。これからもどんどん情報発信していこうと思いますので、チャンネル登録をお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。